こんにちは、盆栽職人南俊です。今回は今ちょうど作業途中なんですけど、これピラカンですね。ピラカンのはがりをボスにするようにということで言われたので今してるんですけど、ちょっと急遽回すっていうことだったので途中からになります。で今回はボスもいるのでボスにちょっとわからないところを教えてもらいながらやりたいなと思います。これ時期的にはピラカンはもう今の時期で大丈夫ですか？春先成長期までにこれをはがりしてやっとくと次の芽吹きが良くなるので、はがりの意味っていうのは特にほらこう中のこの枝元からも芽出てくるやん、はい、そいつの成長をきっちり太陽を当ててやってそいつの成長を促してやるっていうことやけど、もう周りの葉っぱを切ってやることで中も芽吹きが良くなるっていう、細かい枝とかも出してそうよ。はがり基本的にはがりっていうのは細かい枝、わざと人間が葉っぱを落としやって、植物に生きるために次の葉っぱを出させるって無理やりやることやけん、それで小枝が、自然界で1年1回落葉するんでなくて、人間の力で人間が切ってやることで2回3回、2年3年分を1年で終わらせてやるっていう、それで枝数が増えていくっていうことで。なんかはがりをする時のなんかポイントみたいなのってあるんですか？いや、はがり自体はもう葉っぱを落とすだけやけん、もうただ機械のように落としていくんで、あとはその葉っぱを落とした後にやっぱり強い枝をやっぱり雑木って細かい枝作りしてやらなきゃので、その強い枝を取ってやったらもう外に行くごとに細かい枝になっていく。強い枝をずっと残したらそればっかりが成長するので、それを取ってやることで他の細かい枝も成長してくるっていうその原理や。そしたら基本的にはもう全部一回全部はがりして強弱を見てっていう。そう飛び出た枝があったらその強いところをカットしてやるっていう。いや葉を刈るところはもうとりあえず無心でずっと作業して。いや無心でいいよ。無心で1枚ずつそうやって切っていくんよね。そうですね。集まってるところ根元パチンっていっちゃダメなんだ。ここら辺から？そうダメだ。いや集まってるところは大体強いことも多いんで、最終的に切るかもしれない。こういうの残しておいた方がいいですか？いやほらこっからほら出とるやん、でここ直角に上がっとるやん、もうこれはおかしいやろ、どう見ても、これは元からもうカットする元から、こういうやつやな、ここに目おるやん、この細かいの、その上で切るの。ここら辺。形がもういびつなやつは切ってしまうんですか？そういうわけじゃない。いや針金で修正できるやつはするんで、そら。あとこれもこういうふうに輪郭から飛び輪郭でなくてこの輪郭を取るのが基本やけど、この場合はこれが強いんで、これが先端で強すぎるんで、こういう場合もこの元からこのちっちゃいやつを残してこの間を切る。だけど雑木の場合はこのきちっともう根元っていうかこの付け根からきちっと切ってやらんと、これは嫌らしいんで、もうちょっと、小ぶ切りでのハサミでは小ぶ切りで多少えぐる感じでちょっとそのえぐるように切る方がいい。雑木ってこう肉巻きするやん。肉巻きが早いんで、傷切るやん、今度は
植物自体がその傷を治そうとこう皮を作るんよ。だけどそのまま切った場合はそこが膨れるんで皮が巻くんで、だからそこが膨らんで見た目が悪いんで、ちょっとえぐってやったらこう巻いた時にスムーズな形になるっていう、ただそれだけ。小白はそうはならないですか？小白はな肉巻きが難しいんで時間かかるんで、でも一緒よ、基本的には少しえぐってやる。その将来肉巻きを考えてえぐってやる。だけど要は強いところを抑制し合って、こういう細かいのを元気にしてやるっていうこと。強い。例えばこれとかこれですか？これ見た目強いやん。強い、なんか太い。これがの、太いしなんか強い。これをここに、これメーカーさんとこれメーカーこの目がおるんでこの上で、だからこれが外に向いてくるやん。これがここで切ってやった。でえぐってやったんや。でまあ切り跡はカットパスだなつけて、だけど一緒よ。このサイズでもカットパスタになるんですか？まあ念のためにの。だってここやっぱり今まだ2月やけん寒さがの、寒さでちょっとしびれる時あるんで、そういうの塗ってやる方が間違いない。それは間違いないよな。どうですか、どうしたん？考えることがたくさんありますね。考えることたくさんある。はい。まあでもそれは勉強やけど、はい。だけどこれをこの作業だけでは結局あかんのよ。これ作業した後にどんな感じで吹いてくるかっていうのを自分で後でチェックしてやらんと、今回ここで切ったけどこれがどうなってって後の結果が分かってこんので、はい、ずっと今剥がりをしてるんですけど、これ今日中に終わんないですね。たくさんあるね。たくさんあるので、これ刃全部取ってそこからまた剪定もあるんで、ちょっとまだ時間かかるんで、続きは明日でいいですか？はい、じゃあ、1日経ったので経ちました。はい。だいぶ終わったですか？そうですね。残しといてくれって言われた部分だけ残して、まあ本当ここら辺もう予定でしたけどね。はい。切りました。はい。もう完璧です。おお。綺麗に葉っぱなったですね。こっちは見やすいですよね。枝ぶり。そうですね。はい。なるほど。じゃあ次はそこから。そうですね。昨日ちょっとボスに教えてもらった部分はもう手入れてるんですけど、はい。とりあえず強いところを切り終えたんでボスに確認します。で切り終えたってちょっと1点気になるところがあるのでそこも合わせて切ります。ボスすみません、確認をお願いします。これちょっと1点ちょっと気になるところあって、ここ2つ強いところがあって、でこれどっちか。いやこれはもうこれ元で落とす。元で落としちゃっていいですか？はいはい。これはもうこうばっかり太るけど、はい。これはここでもうそこで、はい。切りました。これも両面使える。はい。とりあえずここで上取るけんこっち正面やけん、頭強いけんこの辺をもうちょっと押さえて。
ちょっと、伸びしとるところも大体のところで切ってもこれ芽出てくる。はい。こういうちょっと強いやん。はい。これも大胆さが全然違う。単純にいや多分ボスの中では単純なんやろうと思うんですけど。こうほら棚で見てやったやん。はい棚でこういうのはちょっとこれおかしい。こういうのは有り金で強制してやると。はい、ありがとうございます。その太いところを最終的にどうしここで切っちゃう。あ、もうそんなとこで切っちゃっていいんや、どっちか残すって言ってたよね、当初は。これどうしたらいいのかなって言ってたんやけど、もうそこからバシッと。で切ったらそこからまた根元から細いのが出てくるわけね、芽が。やっぱこうボス切るの判断が早かった。は切ってもすぐこの木は強いから芽吹くのは分かってるとかってやったら判断が早いよね。い。そうですね。ね。あと圧倒的経験値の差。そうね。経験値が違う。いるいらんが早い。はい。今回全葉刈りっていうことで全部葉っぱを取った上で、まあ最後丸裸の状態にして枝の強弱を確認しながら強いところをカットしてで、まあその強いところの懐からまた細い枝を出したりとか、まあ、もちろん日の当たりも良くなるし日もちゃんと入るし活動にも良くなるんで元から細い枝がたくさん出てくれる。そうするともっとこの今の状態よりも細かい枝がたくさんブワーッと出てきてさらに見応えも出るので、まあ、あとは葉っぱもねちょっとちっちゃくなるはい、まあそんな感じで今回やりました。ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。